RX-105 クシーガンダム。クシーガンダムは機動戦士ガンダム閃光のハサウェイに登場する主役機体です。映画作中ではマフティー・ナビー・ユエリンことハサウェイ・ノアによって運用されました。そんな本機は主役機でありながら初登場以来様々な媒体で登場するにあたって何度もデザインが修正されてきた機体です。今回はそんなクシーガンダムについて解説させていただきます。まずクシーガンダムが初めて登場したのは1989年に刊行された小説閃光のハサウェイ。こちらでは森木康弘氏によるデザインのクシーガンダムが登場しました。クシーは小説内でガンダムもどきと呼ばれており、かなりガンダム離れしたデザインが特徴です。特に機体の巨大さと全身の鋭利さはヒロイックな存在であるはずのガンダムに怪獣や化け物といったイメージを付与した唯一無二のデザインとなっています。なお2021年の森木康弘氏と加藤木はじめ氏のスペシャル対談によると、森木氏がクシーガンダムのデザインを依頼された際、担当編集から知らされていたのはファンネルミサイルを装備しているミノフスキークラフトで飛べるという2点だけだったとのこと。また当時ガンダムがそこまで巨大コンテンツでなかったこともあり、ガンダムをデザインをする上での約束事はあったものの、モビルスーツのデザインに対する意識はかなりラフだったようです。さらに森木氏は事前に小説を読まずにデザインしたため、クシーガンダムは森木氏の個性が存分に反映された個性的なモビルスーツとして完成しました。一方で逆襲のシャアの後にある物語というのはかなり意識されているようで、ふくらはぎの形状などにニューガンダムとの共通性が見られます。そんなガンダムもどきであるクシーガンダムは2000年発売の SD ガンダム G ジェネレーション F に登場する際、ライバル機であるペーネロペーとともに再び森木氏によってリデザインされました。こちらでは小説版からはかなりデザインが変更されており、印象も小説の異形のガンダムもどきといったイメージからガンダムらしいヒロイックないでたちへと変化しています。特に頭部にはガンダムらしいヘの字スリットが追加されたことで印象が大きく変わっています。また胸部アンテナがオミットされ、各部装甲の形状も変更されたことで怪獣的な異形の機体というイメージが抑えられた印象を受けます。カラーリングは三木本春彦氏による小説中間の表紙のトリコロールカラーとなっています。またこの際超音速飛行をするための専用形態フライトフォームが設定されています。このクシーガンダムが一般的に G ジェネ版と呼ばれるもので、劇場版が公開されるまで広く普及していました。小説版登場時はデザイン重視だったのが G ジェネ F にクシーとペーネロペーが登場することになって細かな設定も追加されたことが伺えます。なお2005年にはガンダムフィックスレギュレーションで立体化されるにあたり、加藤木はじめ氏によってデザインがリファインされました。こちらではクシーとペーネロペーが姉妹機であるという設定を生かしてオデュッセウスガンダムを素体にしたペーネロペーとのコンパチブルモデルとして立体化されています。 G ジェネ版との違いはあまり見られませんが、胴体や指揮などのパーツバランスが見直しされているようです。また2012年にゲームエクストリーム VS フルブーストに登場する際、再び森木氏によってデザインが追加されています。こちらでは参戦に伴いクシーガンダムにミサイルポッドをつけてほしいというオーダーがあったようですが、これも特に細かい指示はなかったため、森木氏のアイデアで3番目の足とも尻尾とも解釈できる巨大なミサイルポッドを腰部に追加されたようです。なお2013年にロボット魂から販売された144分の1スケール相当モデルが2016年に再販された際、加藤木氏はペーネロペーと並べた時にシルエットのボリュームで見劣りしないようミサイルポッドを大きめにデザインしています。こうして G ジェネ F 以降ヒロイックなデザインが主流となったクシーガンダムですが、2021年劇場アニメ版で再びデザインが変更されました。メカニカルスーパーバイザーを担当された源馬信彦氏によると、クシーは脱ガンダムをテーマに小説内のガンダムもどきという印象を忠実に再現するべくガンダムっぽさを消して小説版のデザインに寄せたことが明かされています。なおカラーリングに関しては小説の表紙とも違う白基調に変更されましたが、そもそもクシーは本来顔が2つある異形のモビルスーツというコンセプトから体が青いと顔が2つに見えないので白ボディが良いと考えられていたこと、そして小説の表紙絵は
色彩の仕上げを担当された方がガンダムのイメージに寄せて青く塗っていただけで、森騎士ご自身が描かれた白いクシーが存在するということから、原作リスペクトで白色に決まったようです。ちなみに劇場公開に合わせて連載された漫画版では、ゲーム版準拠のガンダムらしいデザインがベースとなっています。これはベルトーチカチルドレンなどで連邦はガンダムを忌避しているという設定を漫画版が拾っている都合上、ペーネロペーを正式なガンダムとして扱っていないため、逆にクシーのガンダムらしさを際立たせたという意図があるようです。そんなクシーガンダムは、秘密結社マフティー・ナビー・ユエリンがアナハイムエレクトロニクス社へ秘密裏に発注した最新鋭モビルスーツです。本機最大の特徴として、映画版では両肩内部と5スタビライザー、ミノフスキーフライトシステムを搭載しています。これは見えない足場を作り出し、浮力を得ることができるというものです。これによりモビルスーツ形態のままにもかかわらず、サブフライトシステムなしでの単独長距離飛行が可能となりました。なお小説版の設定ではミノフスキークラフトという名称で、ミノフスキークラフト発信機は5スタビライザーと剣部ではなく脚部に搭載されていたため、映画版では名称と搭載箇所が変更されています。また従来のミノフスキーフライトという用語はビクトリーガンダムに搭載されたシステムを指していて、ミノフスキークラフトの上位互換にあたります。イメージ的にはどちらもミノフスキー粒子の足場を作り、その上をスラスターで滑るように移動するというものですが、ビクトリーガンダムのものはそれを踏み台にして上昇できるほど、より頑丈な粒子の足場を作れる上位互換の機能となっています。なおミノフスキークラフトはかつては装置自体が大型だったので、ホワイトベースのような艦艇にしか搭載できず、後年にはサイコガンダムに搭載されるなど少しずつ小型化されていきましたが、それでも限界がありました。そのためかつてのガンダムが頭頂高18メートル、ニューガンダムでも23メートルだったのに対し、クシーは26メートルもあり、ミノフスキークラフトの小型化問題の影響が大きかったことが伺えます。劇中では空中でグスタフカールが上から降ってきても難なく払いのけており、モビルスーツ1機程度の重量ならびくともしない様子を見せており、ミノフスキーフライトの恩恵による高い推力が垣間見えます。なおこの特徴からクシーガンダムはペーネロペーや後に開発されるゾーリンソウルとともにアナハイムエレクトロニクスの第5世代モビルスーツに分類されています。さらにクシーはペーネロペーとともにアナハイムエレクトロニクス社で開発された姉妹機にあたりますが、技術面ではクシーの方が優れています。その最たるものが機体各部に備えられたビームバリアです。そもそもモビルスーツにミノフスキークラフトを搭載しても大気中で音速を超えて飛行するのは難しいとされていました。そのためクシーガンダムはフライトフォームになり、さらに進行方向に波形を変えたビームを放射して大気に干渉させることで、モビルスーツ形態のまま音速を超える飛行力を獲得しています。またこのバリアは防御システムとしても優秀なようで、小説中間では敵のミサイル攻撃に対しガンダムには最後のバリアがあると記述されているほか、小説下巻ではハサウェイの命を守っています。クシーのビームバリアによる防御の描写は小説内で大きく描かれているわけではないので、ビームシールドのような防御目的ではなく、あくまで音速突破のための技術なものの、その副次効果として防御の最終手段としても機能するということだと考えられそうです。映画ではベーン視点でミサイルを回避するクシーがビームバリアを張っており、バリア方向を調整しながら高速で移動する様子が描かれています。なおフライトフォームはもともとスーパーロボット対戦類などのゲームで描かれていましたが、あくまで肩アーマーが開く程度のギミックでした。そこで劇場版向けに変形機構が再検証されており、ウィングパーツや脚部の変形機構が追加されています。また劇場版ではコックピット内部のデザインと設定も新たに書き起こされました。まずリニアシートはシート上部からアームを介する珍しいタイプが採用されています。コントロール方式はニューガンダムと同じアームレイカー方式を採用。ちなみにペーネロペーはグリップ方式を採用しており、両機の設計思想とパイロット特性の違いが反映されています。またクシーとペーネロペーは AI による操縦サポート機能が備わっていますが、ハサウェイはこの機能をオフにして常にマニュアルモードなどで AI よりも反応速度が速くなっています。ちなみに
劇場版第1部でクシーが起動した際に、全天周囲モニターにネジェンという謎の文字が映し出されていました。一体これは何を示すのでしょうか。ネジェンという言葉は映画では海辺の少年がネジェンって知ってるだろと言ったのみですが、小説上巻では漁船のコードネームを指していて、ダダオ襲撃時にハサウェイを迎えに来たエメラルダがこっそりハサウェイにネジェンと書かれたメモを渡していました。つまりギニがいて脱出できないハサウェイに対して次の合流ポイントを指した暗号ということです。ただし映画ではエメラルダはハサウェイと接触したもののメモを渡す描写がなかったので、何のことか分かりにくくなっています。それがなぜクシーのモニタに表示されているのでしょうか。小説でのネジェンの意味から考えると、真っ先に思い浮かぶのは、ネジェンとはマフティーの機関バリアントを指す暗号で、文字の下の逆三角形のアイコンはバリアントの位置情報を示す。つまりクシーには常に機関であるバリアントの位置を表示しているという解釈です。しかしグスタフ・カールが上から降ってくるシーンでは、同じ位置にネジェンと思われる文字とアイコンも映し出されています。このシーンは空を見ている状態なので、バリアントはクシーの背中側にある。つまりもしネジェンがバリアントの位置情報なのであれば、この画面には映っていないはずです。ところが別シーンを見ても敵を追尾するカーソルは画面上を動くのに対し、ネジェンの文字とカーソルは一切動きません。そのためバリアントの位置情報を指すわけではないとわかります。ではこのネジェンとは何なのでしょうか。書籍メカニック&ワールドを見てみると、クシーとペーネロペーの全天周囲モニターのデザイン画像があります。それによると2機のディスプレイはテロリストが使う機体と連邦軍の正規のモビルスーツということで、若干ユーザーインターフェースに差がありますが、基本的に同じです。ただしクシーは AI 表示がオフなので、 AI 関連機能は UI 自体が非表示になっています。それを踏まえて比較すると、まずクシーの場合文字の判別まではできないものの、ネジェンと思われる位置に何かの赤文字と逆三角形のアイコンが描かれています。一方ペーネロペーにはネジェンの文字はなく、ネジェンの文字に相当する位置に描かれているのはターゲットの位置に合わせて軸が回転する AI サイトでした。ユーザーインターフェース上に描かれてあるということは、システムに関係する何かという可能性が出てきます。ちなみに第2部の PV でも同じ位置にネジェンと表示されています。またクシーの起動シーンでも同じくネジェンという表記があります。ペーネロペーの起動シーンが存在しないので、両者で違いがあるのかは分かりませんが、これらの表示位置から一つ考えられるのは、ネジェンというマフティー軍での暗号を OS の名称に使っているということです。マフティーはアナハイムエレクトロニクス製ということを伏せる必要があり、特に原作小説下巻ではブライトはクシーをアナハイムエレクトロニクス製と見抜いていたものの、連邦のメカニックは製造工場不明と答えていました。そのため劇場版では小説で漁船のコードネームとして登場したネジェンという言葉を拡大解釈してマフティーの暗号の一つとして扱い、クシーの OS に関しても製造元を隠すためにダミーの名称として組織の暗号の一つであるネジェンから取ってネジェンとした。さらに E と N は逆さ文字にして、なおさら暗号ということすら判別しにくくしたと考えることもできるのではないでしょうか。次に頭部にはパイロットの脳波を拡大するサイコミュブロックを設置しています。これによりサイコミュ誘導式のファンネルミサイルが使用可能になりました。ファンネルミサイルはリアアーマー裏に10機搭載されたミサイルで、ミノフスキー粒子が散布されているこの世界において敵機を追従できる唯一の武装です。劇場版では便利すぎる兵器としての演出を避けるため、曲がるのは2回までという基準が設けられています。ちなみに劇場版第1部のスタッフトークの話によると、ファンネルミサイルは基本的に地上ではファンネルは使えないという考えから生み出された兵器とのこと。実際はガンダムダブルゼータなどで地上でファンネル系の武装を使用するシーンが見られますが、基本的にファンネルは浮いているから意思を伝えて動かすことができるものなので、地上では使えない。そこで地上でも使えるようにするためファンネルミサイルができたということが明かされています。ファンネルミサイル以外の武装は一見オーソドックスなものになっています。まず
頭部にはバルカン砲が搭載されています。G ジェネ版ではバルカン砲が見える位置に搭載されていましたが、劇場版では側頭部ダクトの上部のズレ内に搭載されていて、使用時にのみ開閉されるようですが、第1部では使用するシーンは見られませんでした。ビームライフルは専用のものを持ちます。従来のライフルより2倍近い初速があり、一撃でグスタフカールを撃破できる威力を誇ります。第2部ではライフル先端にカートリッジのようにも追加武装にも見える追加オプションが見られるため、何か新規アクションが見れると思われます。ビームサーベルは両肩に搭載。ゲーム準拠の際は片刃のサーベルでしたが、劇場版では両刃のサーベルが展開できる仕様に変更されています。ちなみに現場誌によると、劇場版におけるビームサーベルの使用は小説「逆襲のシャア・ベルトーチカ・チルドレン」の表紙に描かれたニューガンダムをイメージしたもので、サーベルというよりも光の塊を握っているような印象を与え、クシーの怪物感をアップさせるためのギミックとされています。両腕部と両脚部の裏側にはそれぞれ3連装ミサイルランチャーを内蔵しています。こちらは誘導しないミサイルで、ファンネルミサイルとはデザインが異なる武装です。映画では通常のミサイルの中にファンネルミサイルを織り交ぜることで迎撃しにくくするというブライト譲りな2段構えの弾幕の張り方をしていました。シールドは専用のかなり強固なものを持ちます。小説版とゲーム版ではシールド裏にミサイルが搭載されていますが、映画版では先端にビームキャノンが内蔵されました。その他には無数の鉛を発射するサンドバレルを装備。これをばらまくことでミサイルや高性能の弾丸に対してバリアとして機能するようです。現実の戦闘機が使用する迎撃用フレアのようなものなのかもしれません。原作では中間のオエンベリ戦で使用しているため、キル系の魔女で使用するシーンが見れると思われます。もしかしたらライフル下部についているものがサンドバレルということもありそうです。その他ゲーム版ではメガビームキャノンが登場。こちらは両肩に装備された大出力メガビーム砲で、発射する際には両肩のパーツが展開し砲身が露出します。ちなみにゲームエクストリーム VS シリーズでは収納状態のビームサーベルの先端部分からビームが発射できると解釈されていました。なお書籍先行のハサウェイメカニック&ワールドにおけるクシーの紹介にはこの剣部ビームキャノンは記載されていませんが、 HGUC 版ではビーム砲らしきモールドが描かれています。そのため劇場版でも追加されるかもしれません。またエクストリーム VS シリーズ初出の武装としてマイクロミサイルポッドが存在しています。怪獣の王を思わせるオプション兵装で追加ブースターとしての役割もあり、使用後はデッドウェイトを避けるためパージすることも可能です。作中ではクシーは月でのテスト飛行を経た後、隕石に偽装したカーゴピサに積み込まれ地球へと移送されますが、キル系部隊に捕捉されてしまったため、ハサウェイは機体を空中受領しました。妨害はあったものの無事機体を起動させてカーゴから脱出することに成功。その後ペーネロペを撃墜して離脱に成功し、腐敗した官僚たちを粛清するべく活動していくことになります。余談ですが、小説新装版の下巻表紙に描かれているクシーはなぜかフェイスマスクに2本のヘの字スリットのようなものが描かれています。さらに公開されたムビチケでは顔が半壊したクシーが登場しました。原作第3部ではブライトがガンダムは反骨精神を持った者が乗っていたと言っているため、もしかすると劇場版のクシーは第2部終盤から第3部にかけてガンダムもどきではなくガンダムに変わる時が来るのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。